こんにちは。当動画はフリーキャド超初心者の方向けステップアップ動画の第3回目です。背景で回っているテープカッター兼ペン立てを作っていきます。今回の目標は1、複雑で細かい形状をグリッドで簡単作図。2、補助線の活用方法を学ぶ。3、ポケットの使い方を学ぶです。前回は本体上部とペン立ての穴を作成して立体化する時の注意事項を学びました。続編ものとなりますので、前回動画を見ていない方は概要欄リンクをご覧ください。今回はざっくり2部構成です。A パート、テープカッター部品をはめ込む、へこみを作る。B パート、テープカッター部品を作る。という感じです。動画の目標自体は変わりません。別々の動画にすべきか悩みましたが、一つの動画に詰め込んでみました。長すぎるとか、わかりづらいとか、ご指摘ください。説明が早すぎる部分は、一時停止しながらご覧ください。では、習うより慣れようの精神で、始めましょう。まずは、テープカッター部品をはめ込む、へこみを作りたいと思います。画面に表示されている通り、水色の部分が本体です。黄色の部分がテープカッター部品となります。このテープカッターをはめ込む穴の部分を作ります。赤い丸の部分です。わかりにくいので、ズームインして上部から見てみましょう。上から見るとこんな感じです。この赤線の図形をグリッドを使って作成して、ポケットで本体をへこませます。テープカッター部品との隙間は 0.3mm としています。細かい寸法を表示すると、こんな感じです。複雑に感じますが、あらかじめ補助線を引いて目印をつけておけば簡単です。グリッドを使ってサクサク作図していきましょう。まずはボディがアクティブになっているか確認しましょう。ボディで右クリックしてアクティブなボディにチェックを入れてください。続いてペン立て部分の上面を選択してください。ではスケッチボタンをクリックしてスケッチ画面に移りましょう。さて設計図の図面を表示します。まずは設計図とスケッチの図の位置関係を確認してください。非常に分かりにくいですが、設計図の青の線はスケッチ画面の黄色の線の部分と一致しています。では設計図左側の部分から見ていきましょう。ごちゃごちゃしていますが、作図を開始する目印として紫の線を補助線としてスケッチに作図してみましょう。紫の線はモデルの上端から 5.7mm の縦線です。では設計図左側の部分をメインにスケッチを拡大していきましょう。スケッチを拡大していくとより細かいグリッドが表示されます。設計図の赤い円とスケッチの黄色の円が一致するポイントです。では構築ジオメトリの切り替えボタンをクリックしてください。構築ジオメトリというのが補助線という意味です。純粋に補助線として扱うことができて図形としては扱われません。クリックすると図形のアイコンが青色に変化します。これで補助線を描いてみましょう。直線アイコンをクリックして先ほどの 5.7mm の縦線部分を描きます。補助線は描いた線が青い点線で描画されます。では実際に補助線を描いてみます。普通に線を描く時と同じです。青い点線で補助線が描画されました。青い点線は非常に見づらいため見落とさないよう注意してください。さて設計図の赤い円とスケッチの黄色の円が一致するポイントです。このポイントから設計図の赤い図形をグリッドを使って一気に描いてみましょう。構築ジオメトリの切り替えボタンをクリックして通常の線描画モードに戻します。続いてポリラインを選択しましょう。ポリラインを使って黄色の丸のポイントから設計図の赤枠の形状を一気に作図していきます。描画するときは必ずグリッドにスナックさせてください。設計図の寸法を確認しながら線を描いていきます。後から修正はできますが、なるべく間違えないように一気に描いてしまいましょう。グリッドを使えば直感的で簡単にスケッチできると思います。いかがでしょうか？ちゃんと描けましたでしょうか？こんな感じで補助線とグリッドを使うことでサクッとスケッチできます。さて左側のスケッチはできましたが、右側も同じことするの面倒ですよね。ということで右側は左側のスケッチを左右対称の形状でコピーしてしまいましょう。コピーするにはまず左側と右側の中心線を描く必要があります。
中心までの距離は左側のスケッチ線から 15mm と分かっています。ということで設計図の緑の線のように 15mm の横線とそこから垂直に伸びる縦線を補助線として描画します。まずは 15mm の横線を描画します。続いて中心の補助線を描画します。長さはスケッチした図形の終端あたりまでで良いです。ということで補助線をさっと描きました。非常に分かりづらくて申し訳ありませんが、青の四角で囲った部分となります。さて右側に対象の図形を描くには左側のスケッチを選択して対象という機能を使います。とりあえず左側のスケッチを範囲選択で選択してください。さてここで対象のアイコンをクリックしましょう。アイコンの位置は環境によって異なると思いますが、赤枠で表示しているアイコンです。対象アイコンをクリックしたら今度は中心の補助線を選択してください。こんな感じで右側に同じ形状のスケッチがコピーされました。これでスケッチ完成です。あとはスケッチを終了してポケットでへこませます。今回作図したスケッチがちゃんとここに描画されていますでしょうか？設計図では 10mm へこませることにしています。ということでポケットでへこませましょう。ポケットアイコンをクリックしてダイアログを開きます。長さパラメータを 10mm に変更します。エンターで確定するとちゃんと 10mm 分へこますことができます。さてへこみの部分はこれで完成です。いかがでしたでしょうか？方眼紙のマス目通りに線を描いて図形を作図するだけです。鉛筆がマウスに変わっただけですので、マウス操作さえ慣れてしまえば簡単です。ポケットを扱う際の注意点について補足しておきます。基本パッドと同じです。第2回で立体化の失敗を防ぐ方法として解説していますので、そちらをご覧ください。ではもうちょっと練習してみましょう。テープカッター部品も作ってしまいましょう。ちなみにテープカッターの刃ですが、赤枠の部分にサランラップの刃を接着剤でつけることを想定しています。刃の部分は印刷精度の問題で無理だったので、ここでは作図しません。トライしてみたい方は光造形プリンタでやってみてください。では設計図です。形状が複雑で面倒な気がしますが、この寸法は一切見なくて大丈夫です。強いて言えば黄色で表示した補助線を引くだけです。ベースの部分から縦 15mm サイズの長方形の補助線を引きます。スケッチ図で見るとこうなります。テープカッター部品と本体との隙間は 0.3mm です。なので本体はスケッチ済みなので、本体スケッチから 0.3mm ずらして図形を描くだけです。ということで設計図の寸法をいちいち見なくても、本体スケッチを見ながら 0.3mm ずらして線を描けばよいということになります。ではまずは新しくパートオブジェクトを追加して、その中にボディを作成します。パートオブジェクトやボディオブジェクトを追加する際はアクティブなオブジェクトになっているか確認しましょう。第1回の動画で説明していますので、概要欄リンクから参照してください。パートとボディを追加できたらパートの座標値を変更しましょう。パートの原点の目のアイコンをクリックして座標を表示してください。現在の座標値はグローバル座標の原点になっていますが、 G 座標だけ 84mm にします。ではパートを選択してプレースメント項目の G1 を 84mm に変更しましょう。これでパートの座標が移動しました。この座標を基準にスケッチを描いていきましょう。ではスケッチを追加して基準面は上から見た状態の XY 平面とします。スケッチ画面が表示されたら今一度設計図の確認です。黄色の線の補助線をスケッチします。では構築ジオメトリの切り替えで補助線モードに切り替えてください。アイコンが青色になっていたら OK です。では四角形の図形を選択して 15mm の補助線を引きましょう。スケッチを拡大して細かいグリッドを表示します。あとはグリッドにスナップして四角形を描くだけです。補助線は描けましたでしょうか？では実際にテープカッター部品を描きましょう。まずはスケッチを拡大します。グリッドサイズが 0.1mm サイズになるまで拡大してください。
さて、わかりづらいですが、青の線が本体のスケッチ線です。黄色の線がテープカッター部品のスケッチ線となります。グリッドのマス3つ分、つまり 0.3mm ずらして描いていきます。では、グリッド3つ分ずらすことを意識しながら一気に描いていきましょう。スケッチモードを補助線から通常の図形に切り替えてポリラインを使って描きます。では、スタートです。完成です。いかがでしょうか？失敗しても失敗した線だけ消して描き直せば OK です。難しく考えず方眼紙にお絵描きする感覚で作図してください。ではスケッチ画面を閉じてパッドで立体化してみましょう。さて、パッドで立体化すると本体から上の方に立体化されます。これは単純にスケッチ平面が Z 軸プラス方向に向いているだけなので、逆方向にチェックを入れてください。テープカッター部品の厚さは 10mm です。長さを 10mm に設定します。あとは面取りやフィレットで形状を整えてみましょう。角を取ったり丸める機能です。これはお好きなように形を整えてください。丸めたいエッジを選択して面取りやフィレットをクリック。数値設定項目がありますので好きな形に変形させてください。これで完成です。以上、お疲れ様でした。当動画の目標は達成できましたでしょうか？今回のような複雑で細かい形状はグリッドを使えばお絵描き感覚で作図できます。高速を駆使して今回の図形の形状を作図しようとすると結構大変なはずです。タイトル通り実際に作ってみて習うより慣れていきましょう。さて、次回があればデータ無平面を使ったりへこませたりする内容になると思います。ということで、果たして次回も続くのか？それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。